はい、皆さんこんにちは。ジジイのバンライフ。そろそろね、表で泊まれるぐらいまで、はい、車の方がね、出来上がっていきました。そういうことで、今回は、オール電化で車中泊。それのテストで琵琶湖にやってきました。ご飯を炊いて、おかずを作って、はい、IH でね、おかずの方を作って、ご飯はね、炊飯器ね、新しく買ったやつね。IH は家にあったやつね。はい、それのテストになります。中華といえば一番好きなんがね、餃子。その次に好きなんが酢豚。その次がニラレバ炒め。はい、天津飯も好きかな。はい、そんなんでね。玉ねぎはね、半分持ってきてんけど、ちょっと多かったんで、だいたい3分の1ぐらいがいいんちゃうかな。はい、それを切ってきて今炒めてます。それとさっき見せたね、酢豚の冷凍じゃないんですけども、レトルトパックになったやつね、はい、それを使います。今はね、こういったいろんなおかずがいろんな風に床缶詰とかレトルトパックとかね、あるんですけども、私が高校生時代、アウトドアに目覚めた自分、おかずといえば缶詰のカレー、はい、ボンカレーとかなかった時代ね、バーナーとか持ってないからね、薪で飯盒でご飯炊いて、で、缶詰のカレー食べて、それでほぼ1週間、同じ晩飯で、琵琶湖でね、1週間遊んでたことがあります。50年ぐらい前のね、話なんですけど、はい、ちょっとね、最近琵琶湖に来る機会が多くなって、はい、っていうかね、この前もちょっと週刊ポストさんの取材で、琵琶湖の方で、写真撮りをちょっとね、してもらって、私の方はこっちなんで、楽なんですけども、取材とかね、する人は関東の方から、なんか今回は車で、その前は新幹線でね、来て、なんか京都行けてレンタカー借りてとかね、結構ね、取材される方もハードなスケジュールで動いてはんねんな思って、この前なんかね、午前中に、お願いします言うたら、なんか東京から始発で新幹線乗ってきた言うてはったからね、はい、大変な仕事やなーってね。まあね、仕事自体、どんな仕事も大変なことは大変なんですけども、この前お会いした人は20代前半の女性、はい、可愛い人にね、インタビューされて、はい、じじはニコニコしながらね、話してたんですけども、その時の、カメラマン、はい、カメラマンの方がね、ビーパルで前回に、じじいもね、1ページ出てた時の、その1ページ前の、サバイドルの、カホナンさんかな。はい、その人をちょっと写真撮ったんですよ、言ってね。めっちゃ可愛い人でした、ってね、話してたんですけども、今回はじじいやから最悪やな、言うたらね、はいって、はい、はい、はいとは言ってあれんねんけども、ちょっとかわいそうかな、思って。はい、結構ね、和気あいあいとね、皆さんとね、ちょっとね、コロナウイルスで、はい、ビビりながらね、はい、3人で話してたんですけど、はい。その他にはね、ゲットナビいうので、アウトドアで使える商品の紹介みたいなのと、それと、モノクロ、はい、そっちの方はね、動画の紹介みたいなね、してもらえるようになって、はい、最近はね、ちょっとメディアついてるいうかね、地元のね、FM ラジオにもね、紹介されるみたいなことを、はい、聞いてるんですけども、放送がね、みんなあれですわ、今月中にある話なんですけども、ボツになるかもしれませんのでね、詳しくは言いません。あかんかったら恥ずかしいしね。はい、そんなことね、言ってる間に、おかずの方もそろそろ出来上がります。今回使ってるこの IH のヒーターね、これはね、5段階まで温度設定があって、その3ぐらいまで使ったら十分ね、今、ジャックリの700で、あれが500ぐらいまで使えるいうことやからね、500ワットね。はい、それで使えることが分かったんで、いっぺん使おういうことで、今回ね、
これをテストしたんと、それとこの炊飯器、はい、次回か次回ぐらいにね、いっぺんまた炊飯器の紹介もするんですけども、これもね、210ワットぐらいなんでね、ジャックリーの500で使っています。はい、それじゃあね、おかずの方を見ますね。おかずの方。蓋も熱いんかな。ちょっと待ってくださいね。はいはい、全然大丈夫ですわ。このやっぱりこういう車なんかやったらこの蓋置き、蓋を立てとくとかね、今箸置き、これね、はい、これはちょっと針金をつけただけなんですけども、やっぱこういう置くとこがやっぱ車やったらいるんかな。ご飯のね、ご飯のすくうやつもああやってね、上に立てるやつね。はい、それじゃあね、実食いただきます。はい、食事の方もね、終わったんで、ちょっと持っていったものをね、紹介しますね。無印の、旅行用のちょっと歯ブラシとか入れるやつね、それをカトラリーセットにしたんと、それとこのちっちゃいやつね、これはあれですわ、調味料入れ。はいはい、それに使ってます。まあ何でもね、同じ用途のものは一つにまとめる。これはね、キャンプでも車中泊でもね、必要なことです。それと、これはね、ゴミ入れ。テーブルの上に置くタイプで、大きいね、大きいゴミ入れは他のとこにあるとしても、料理しながらね、すぐにパッて掘れるようにね。はいはい、これはニトリやったんかな。で、最後にくくって、で、大きいね、ゴミ入れに入れる。これは便利ですね。はい、そんなんでね、食事の後はコーヒーブレイク。はい、寝る前に飲んだらね、ちょっと寝れへんねんけど、ね、はい、これね、今 iPad を立ててたやつね、スマホホルダーいうんかな。はい、それをね、ちょっと削って穴開けたんが、コーヒードリッパーのスタンド。はい、それに変身させました。それとね、コーヒーとか、味噌汁ね、そんなん飲むときには、ちょっとね、こういうポットにお湯を沸かしといたら、すぐに飲めるのと、朝でもね、やっぱちょっと半分ぬくもってたら、沸かす時でもね、早く沸くんでね。まあ実際ね、こんな大きいポットは、キャンプなんかね、持っていくのは偉いんですが、車中泊なんかの時ね、車移動のオートキャンプとかね、そんな時はね、やっぱこういうのもね、はい、準備しておくと便利なんちゃうかな。はい、そんなんでね、だいぶ遅くなったんでね。はい、N 版で寝るのが今回、表は初めてなのかな。初めてな。はいはい、そんなんでね、まあね、背が低いんで、頭の上にいろんなものを置いといても、それでもまだね、はい、突っかえることなくね、十分寝れました。それじゃあ、おやすみ。グッドモーニング。はいはい、朝ですわ。運転席側はね、サンシェードというかね、目隠ししてなかったんでね、はい、日が入ってるんですけども、今何時や？ 6 時、6時過ぎか。はい、そんなんでね、はい、ポカポカあったかくね、全然寒いいうこともなく、まあ寝袋と服も着てたしね、はい、後ろの
日よけちゃうわ。目隠しとったら。はいはい、日が出てきました。ちょうどね、6時半ぐらいが日の出やったかな。ちょうどですわ。今回お世話になった、ポータブルバッテリー、ジャックリーの700とジャックリーの500。これがね、あるおかげでオール電化が実現しました。はい、そんなんでね、ちょっとついでなんで、床下収納。はい、そちらの方もちょっと説明しますね。これが座椅子2つ。それに、ここにね、やっぱね、表でするときは、カセットコンロと、これが救急の入れ物薬とかね、トイレットペーパーと、それとジェットボイル。はい、ここらはね、いつもの通り入れてます。それと掃除機、これも電気ね。それと、ブランケットと、スパイスボックスと、カトラリーセット。はい、そういう感じでね、後ろの方には一応ね、詰めています。まだ完全じゃないんですけどもね。で、すぐ後ろね、助手席側は、炊飯器と IH ヒーターとバッテリー2つ。はい、これはね、サーマレストね。で、予備のテント。予備いうことないけど、一応テント。これが折りたたみの椅子2つ。それに、靴を引っ張り上げる100均の、マジックハンド。これね。これをここの隙間に入れといて、それと、この靴箱ね、2つ。まあね、運転席側は延長のやつで使ってるんでね、シートの中に入れたらね、靴入れにくいんで、それは使ってません。で、床を張っていきます。はい、こんな感じですわ。はい、これで完成した。止めて完成。で、それ以外に、衣服ね、着替えとか、それとかいろいろもろもろね、食器まだね、下にみんな入ってなかったんで、食器とかと、で、風呂行く時の洗面道具。まあそこらもろもろこんなもんですわ。それをここの棚の上に置いて、下を開けると、こういう感じでね、はい、2人用のベッドスペースになります。はいはい、こんな感じですわ。十分ですわ。はい、そんなんでね、参考になれば嬉しいです。はい、それとね、インスタの方やってますんでね、インスタの方のフォローもよろしくお願いいたします。